この人が芝居のあやもつけんのって言ってそこにぶったまげちゃったことがあって、まず「家族」っていう曲を作ろうと思ってピアノの上にパッと手を置いたらもうこれだみたいな。作曲家っていうものに対する幻想がすごいある気がします。一般のこれ意図せずパクってんじゃないみたいなことが結構よくあるんですけど、例えばアニメと実写とかも、結構僕はもともとゲームから見ると似たような作りなのかなって思ってたんですけど、結構やり方は違っていて、映画ね、そう映画だとかドラマみたいな。ドラマとかね。で実写作品の方って、効果音とか音響デザインと楽曲を発注する人が別なケースが多いなと思ってて。そうなんだ。そうか。だけどアニメの場合は、なんなら声優さんの演技指導する人もが音楽発注もしていて、あれは違和感なかった？あれめちゃくちゃありました。だから人によってすごく音楽演出に興味がある音響監督もいれば、音楽全然興味ないというかあんまり知らないんだよねみたいな方もいらっしゃって。そうなんですよ。でそういう方とかはあんまり音楽をこうしたいっていうビジョンがなくて、なんとなくアニメってこういう曲必要だよねっていうリストのテンプレートがあって、それを埋めていくみたいな感覚の時もあって。僕は逆の違和感を持った。いや同じことなんだけど、音楽にめちゃ詳しい音響監督がこの人が芝居のあやもつけんのって言ってそこにぶったまげちゃったことがあってね、こういう音楽くださいとか。アニメの世界はどうしてああなっちゃったのかがいまだ僕あんまり理解してないんですけど。そうですね。でもゲームはもっといろんなことを一人の人がやっていて、音専門の演出の人がいないケースがあります。だからゲーム自体のディレクターが音楽発注をするケースが結構あるので。ゲーム業界ってさ、そうなんですよ。帝王学でしょあれ。いや俺がちょっと肌で感じたんだよ。ゲームの作曲もね宮川さんもされてますから。そうですよね。そうなんですよ。だからもちろん現場によってプロジェクトによって違う部分もあるとは思うんですけど、もともとはやっぱりもっとコンパクトなコンテンツだったんですよね。そうだよね。だからファミコン時代、それこそドラクエとかの4音しか鳴らないような時代とかはプログラマーさんがなんとなく音階をつけて鳴らしてるみたいなものもあったみたいなんで、だから音楽の担当がこのプロジェクトに誰もいないみたいなプロジェクトからスタートやっぱりしてる業界だと思うんで。じゃあ最初のさ出発点ってさ、意外となんかずっと尾を引くものがあるんだね。引きずりますよね。不思議だね。いや本当に。だから今ゲームとかって結構普通に一つのプロジェクト100人体制とかあったりするのにこの人が担ってるのめちゃくちゃ多いなみたいなところとか。そうなんですよ。だからなんかやっぱりベースの部分みたいに最初に出来上がったベースはもう永遠と引きずっていくんだなみたいな。でもそれをなんてこったそんなことでいい音楽ができるわけないっていう見方ももちろんできるんだけど、だからこそできるなんかけったいな音楽だったり、普通の手順で作ると絶対できないような音楽が生まれるってことはあるよね。そうなんですよ。やっぱりなんだかんだで自分もちゃんとした音楽教育を受けてないって思って生きてきてるけど、それでもこういう場合はこうするもんだみたいな、なんとなくもうフォーマットみたいなものが音楽に対してやっぱり出来上がっちゃっていて、だけど音楽を通ってない人が、いやここは演出的にこうしたいから、ここにこういう隙間を入れてとか平気で言ってくるんですよね。でそれこそオーケストラの劇版みたいな曲だったらテンポ揺らしたり、ここで一拍入れても全然いいけど、ビート感があるものでここだけ急に4分の5拍子になられてもみたいな概念とかがない人は平気でそういうことをやってほしいってやっぱり言ってきた時に、それをいかに音楽として気持ち悪くなくというか
いい効果だけを得られるようにっていうことをやるのが僕らの仕事なんだなっていうのは思いますし、僕は結構演劇とかミュージカルとかっていう舞台の稽古場の誇りっぽいところで音楽を作り上げていくっていう現場だったり、そうやってデスクトップでね、最初は4音から作り始めたみたいな、それぞれ何らかの不自由をまさにね背負ってというか、そういう何らかの不自由さをベースにこう花開いたそれぞれの世界だっていうことになりますよね。舞台とかはそもそも進め方としてもうやっぱり脚本ができて、そうですね、その監督さん演出の方がそのリスト化していく感じなんですか？実は舞台にもいろいろあって、オペラとミュージカルとで音楽劇って僕らが認識してるのは、歌入り芝居とも言えるんだけど、やっぱり文字なんですよね。その最初にもらうのは台本であり脚本であり戯曲であり、それを読むと僕は不思議なことに音楽がどんな文字でも大体聞こえてくるようになっちゃってるんです。なるほど。でなんなら全部歌にしろって言われて1ページ7分ぐらいかかるけど歌いますけどみたいなそういうこともできなくはない、どんな台本でも来てみろっていうような感じはもはやあるんですよね。でもそこで例えばここに音楽は当然聞こえてくるよねと思ってで打ち合わせをしに行くと、いやそういうところに音楽をつけちゃうのは当たり前すぎるから、そうじゃなくて心が動いた時だけに音楽をつけてっていう演出家がたまにいたり、いろんなところからそれは攻めてくるんで、その都度いろいろ勉強に、その文章の読み方の勉強にどんどんなってくるんですよね。確かに僕も朝ドラの音楽1回だけやったことある、そうですよね。ひよっこっていう作品で2017年だったかな。その時は、台本いただくわけです、それで台本読んでリストももらった、でなんとかの楽しみとか、なんとかの悲しみとかいろいろね書いてある。で僕はプロだから、そのリストさえあれば作っちゃうよという自分もいるわけ、でもこれ自分がせっかく舞台の仕事を丁寧にやってきたつもりなのに、これ何でもインスピレーション第一インスピレーションで作っちゃいますっていうのは、こんないいチャンスを台無しにするなと思って僕は熟読したんです、台本を。したらきっとこれカメラ向こう側から今撮ってるよねで、それで切り替わった時はこの何越しにこの峰子のここからこうなってこのセリフボソボソボソっていうことを熟読してったら、なんか台本に泣けてしょうがなくなってきちゃって、で気がついたらこれは家族を表してんだっていうふうに自分なりにその本を咀嚼して読んだ気がしたんです。そのリストには家族っていう曲は入ってなかったんです、まず家族っていう曲を作ろうと思ってピアノの上にパッと手を置いたら、もうこれだみたいな、なんか分かったって思う瞬間になんかパーッと開けて、もうできてるみたいな、なんかそんな感覚。なるほど。でそれいりませんって言われることもあるかもしれないけど、大概おっしゃる通りですねっていうふうに頼んだ方も言ってくれてっていう、そういうちょっと文学的イコール映像的、なんか不思議ですね。その向こうに音楽がバーッともう実はあって、それを掘り起こすような。そうなんですよ。それこれだって思えるかどうかの違いでね、そうですよね。これでもいいかなじゃなくて、これだって、それがなんか作曲の僕の仕事
になっちゃってるんじゃないかなと思う。そうですよね。こう劇版ってある種そのなんだろうな、映像とかセリフにはない部分のだけどベースにある、それこそさっきおっしゃってたその家族の在り方みたいなところを説明はないけれども、見てる人に伝えたいっていう時に音楽で伝える役割を担う時ってあるじゃないですか。そうまあ、必ずしもテンプレートがあるわけではないけれども、まあできるだけ多くの人が共通で感じるフィーリングを出せるようにってことだと思うんですよね。だけどそれをこう考えすぎちゃうとそれがブレてっちゃう時があって、なるほど。そうそれが僕がこうちょっとなんかうまくいってないなって思う時とかもあるんですけど、だけど今日なんか悩んでこねくり回してなんか違う気がするなと思ってたのに、次の日にやったらさらっとできる時とかもやっぱりあって、そうだよね、ありますよね。だからなんかそういうのは今のお話ですごく共感できるところも多々ありながら、まだまだ自分のやっぱり至らないところも同時に今お話聞きながらこう感じてました。はい。例えば技術的にすごくよくできてるものっていうのとが必ずしもそのいろんな多くの人の心を打つわけではない、必ずしもっていうで、それがその仮に多くの人の心を動かしてかつよくできてるのにこうセールス的なものにつながらないこととかもあるってなった時に、やっぱりあくまでもプロとしてやってる部分でのその成功とは何ぞやみたいなところって、いろんな切り口がある中でクラシック寄りなこう業界になればなるほどこう音楽ってすごい高尚なものとして捉える方が多い気がしていて、でもう作曲家っていうものに対する幻想がすごいある気がします。僕とかは、それこそその、おっしゃっていただいたようにそのデスクトップでこう作ってるような人間とかも、最近若い人なんかはやっぱりだいぶ増えてて、そういう人に対してはまだもうちょっとカジュアルに見てる気がするんですけれども、多分宮川さんとかは作曲とかもピアノを弾きながら譜面ガーって書いてみたいな、そういう作曲家に対する世の中の幻想すごい気がします。そうですね。なんなら僕ですらちょっと幻想持ってる感じあります。そうですか。続いての質問に移りたいと思うんですけれども、今回岡部さんのラブコールで対談が実施されたわけですけれども、宮川さんも実際に岡部さんの楽曲をお聴きになられたかなと思うんですけれども、どんな印象でいらっしゃいましたか？いろいろ感じましたね。本当ですか？これ売れるよね的な、そういうどうだこんな売れそうなメロディーっていうこの昭和からずっとこうなんか僕を圧迫してるそのキャッチ、歌謡曲という命題ね、それをねそことは違うところなんで、そのもうちょっと穏やかなところにあって、で結果から言うとね、最終的に楽に筆を使った時に聞こえてくるメロディーと似た周波数だったのよ。そう言っていただけるとなんかとてもね、あれ俺なんかこの人パクってたみたいな本当ね、俺今書いてる曲これなんだけどみたいな、ちょっとね気持ちのいいとこや、あとなんて原点回帰の感覚っていうのかな、本質、何かこの人は本質に迫ろうとしているからこの音を選んでるっていうような感覚がどこをとってもするんですよ。かといってそのどうだ売れる曲作っちゃったもんねみたいな感じがないんだよね。ありがとうございます。そう言っていただけると。ちなみに宮川さんはメロディーとかは昔からその今と同じような感覚で作れてた感じですか？それが違うんですよ。そうですよね。全然違うんですよ。なんか僕もやっぱりある程度年を取ってから素直にメロディーが出るようになった感じがすごいしてるんですよね。分かった分かった。そうか、じゃあ指の収まる範囲で作るみたいな感覚だよね。そうなんですよね。でやっぱりなんか僕はその編曲は
技術力はいはい。だと思ってるんわかります。ですけど、わかります。メロディーはもっとフィールによってるというか、はいはいはい、センスというか、もちろんそうですね。でやっぱりそれがある程度こうフィールというかセンスみたいなものってもちろんある程度その物心つくところまでのものもあるのかもしれないんですけど、はい、やっぱりそれと同じぐらいそこからこういろんなものを見聞きして蓄積されたものがいっぺん自分の中でこう入ってきて、こうある程度自分の血肉になって出てきたものが初めて自分のメロディーになるのかなって思っていて、ですよね。でそれが若い時よりやっぱりこうどんどん溜まっていった分年取ってからの方が、まあ、僕は素直なメロディーが出せるようになったかなって気に。僕ね、作曲ってどんな感覚なんですかって聞かれた時に、ちょっと誤解を恐れずに、作曲っていうのは作るもんじゃないんだよ、メロディーっていうのは作るもんじゃないんだよ、メロディーっていうのは思い出すもんなんだよって言っちゃうの。いや本当そんな感覚です。感覚的にはその方が近いんですよね。いや本当に僕もなんか自分が作ったぞっていうよりかは、はい、まあ、よくアーティストの方とかが降りてきたみたいな言い方をするのに近い感覚で、やっぱりこう自然にスルスルってなんか出てくる感じがもう出ない時は全然出ないんですけど、そうなんですよね。だからやっぱりなんかそれが今まで見聞きしたものが肥やしになってる感じはすごくありますね。まあ、岡部さんから宮川さんに今その作曲する上での質問が1個あるってお伺いしてるんですけど。そうなんですよ。これ僕作っててすごい陥るんですけど、さっきそのメロディーのお話があった時に、そのまあ技術でこねくり回すというよりかは今まで自分がこう積み上げたものからこうそれが血肉になって出てくるみたいなものがいいメロディーなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、でそれが素直に出てくればくるほど、これなんか聞いたことある気がするなみたいな。そうですよね。でこれ自分気づいてないけどすでに世の中のある曲を俺がどっかで聞いて、それを聞いたことを忘れてるけど、そのメロだけ残ってて今出てきてるんじゃないかっていう、これ意図せずパクってんじゃないみたいなことが結構よくあるんですけど、それって宮川さんとかあったりしますか？まあありますよ。それ、常にそれはそうですよね。この横に流れてる川として、そうですよね。そこに落ちちゃいけないよみたいな川が常に流れてで人から指摘されることも多々あるしね。そうですよね。お前あの曲知らないのとかって言われて、知らなかった、あ知ってたけど忘れてたみたいなことはしょっちゅうありますね。ありますよね。ただね、まあそれは常にやっぱり作曲家みんな考えてると思うんですけど、あることに気づくじゃないですか。つまりプロコフィエフの時代に生まれてればプロコフィエフまでしか音楽はなかったわけですよね。だけど竹光徹の時代に生まれた、まあでも竹光徹の音楽までしかなくて、だからめっちゃくちゃキャンバスが狭くなってるってことですよね。そうなんですよね。各余白が最初真っ白かったはずで、そこで真っ黒にね、真っ黒になってほぼ開いてないんですよね。そうですよね。このミファソに行ったら開いてるからみたいな。そうなんですよね。そうすると自分のやりたかったこととは全く関係なくなっちゃう。そうなんですよね。明らかに似ちゃってると分かった時には、よしじゃあその似ている曲を超える曲を作ろうと思って、まあちょっと似てるところは認めますよ。でもこっちの方がいいでしょぐらいの横暴さでここまで乗り切ってきちゃってます。だから本当に大事なのは何ですかっていうことを、本質論、音楽って何だと思ってんですかって、流行り廃りのことですかって、それだけじゃないはずですよねっていうことをみんなでいろんな意見を出し合って考えたり、音楽会を開いたり音楽祭を開いたり、これからそういうことがね必要だと思ってるんだよね。僕はね、実は社会が音楽を見習う
のが本当だと思ってるのね。その音楽はすごい社会の実験をしてるような気がするの。ベースラインさんがいてハーモニーさんがいてリズムさんがいてメロディーさんがいて、コロナの時にさソーシャルディスタンスとか言ってたじゃん。そうですよね。あれって和声楽のことなのよ。ああ、そうかもしれないですね。距離感をね。そうそう、距離感こうやるとハーモニーうまくいきますぜって。そうかもしれないですね。そうなのよ。だからそのなんか本質が社会の役に立つはずだって思ってんだよね。確かに。ちょっと変なこと考えすぎてるかもしれませんけど、僕はそういうことをこれからそういうことを考えたり表現したりする時間を増やしたいなと思ってると、妙にまとめのようなことを言い始めた私ですけどすいません。灰と祈りが直近であったかなと思うんですけれども、この失礼を許してくれるのは彼女たちだなっていうところも含めて彼女たちにお願いしたところがあるんです。で「マツケンサンバ2」のこれは貴重ですね。もうめちゃくちゃ影響を受けた曲が出ちゃうかもしれないです今後。そうそうそう。